こんちは。お守りとゴール武器の探索、パート7始めてまいります。さあ、今回もお守りからやっていくわけですけど、何やら武器を選んでますね。そうそう、やるクエはこれまで同様ディアクエなんだが、サブタゲの達成方法をちょっと変えてみるよ。今回は麻痺発掘以外を試してみようと思う。火力を上げて、穴中に壊しきる作戦だね。コメントでは生産のラーソー剣を上げていただいてました。確かにスペック的に有効そう。が、ちょっとスキル的に武器スロが足りなかったので、手持ちの発掘ギルドナイトセーバーを使おうと思います。非属性だが純倍率のスグラスロさんだ。マルチでシャガル部屋に持ってってたな。ディアブロスの腹は、そもそも属性が通りづらい。物理火力があればいけそうだがどうだろう。これまで使ってた476は白毛でしたね。そちらより会心とゲージの分、期待値が上がります。にしても、本当にコメントには助けられてますね。毎度のように言ってますけども。おのおの、クリア方法がちょっとずつ違っててね。先人の知恵が集まってくるのよね。これが2026年なんて信じられん。いや、2026年だからこそなのかも。伊達に発売11年後までやってないということですか。恐るべし現役勢。ということで背中破壊チャレンジしていきましょう。果たして攻撃回数は減るのか。これと476白毛の期待値差は 5% 程度。2回乱舞すれば差は実感できそうだが。これって間に X ボタンの攻撃挟んだ方がいいんでしょうか。時間足りそうなんですよね。あら、乱舞2回で終わりませんでしたね。ちょっと足に座れましたか。こうなっちゃうと全く意味ないんだよな。ちょっと前に出過ぎたか。それにしても、乱舞2回で紫20なくなったね。デフォ技物あっても一瞬で切れ味減るな。4G のデフォ技物は3分の1でしたっけ。それにしても消費早いですが。何度かやってみた感じ、確かに火力は上がってるんですが、しっかり腹に前段を当てないと罠中に壊せませんね。腹に当てれば乱舞2回で足りるのは麻痺層も一緒。純倍率に変えた優位性みたいなものはないかな。ただ、会心が出てくれると破壊は大幅に進むね。当たり前なんだけどさ。逆に会心が出ないと期待値ほぼ変わらないので、やはり微妙ですかね。先ほどラーソー剣の話が出ましたが、あれもマイナス会心があるので厳しそう。普通は匠をつける余裕もないだろうしな。スペックをフルに活かすの難しそうだよね。やっぱり双剣で考えると麻痺が大安定だと思う。毎度完璧な位置で狙えるわけじゃないし。流砂付近の攻防は一定確率で発生しますからね。こういう作業は再現性が一番大事です。おっと、錬金の方で多少見れるお守りが出てますね。砲術14と、こっちは通常強化と回避距離ですか。ヘビー用なら貫通強化が欲しいんだよな。ちょうど今回、狩猟パートで使う予定なのよね。ガンナー持ちたいならまずヘビーから入るべきだと思う。強力な生産も多いしね。そういえば、サブタゲもガンナーの案をいただいてましたね。おいおい、使ってみるとしましょう。サブタゲもギルクエも、たまには気分転換が欲しい。いろいろセットを用意しておくとはかどりますね。レギオス武器が全部強力なのがありがたいよね。回想点は発掘にも真似できない。最近改めて 4G 生産武器の強さを実感してる。ここは4から一番進化した点かもな。MH4 はガチで発掘が生産の上位互換でしたからね。レア5発掘ですら強かったです。4の生産で強かったのはヤマタとクシャル片手と、あとなんかありましたっけ。ヘビーは4も強かったと思う。あんまり見かけなかったが。さて、そんな雑談してたらお守り掘りはラストターンだ。さっきの通常強化馬だけじゃ寂しいな。レア銃すらないとしんどい。最後の錬金は多少出れましたが。めぼしいのはなし、ですね。気絶銃スロ1が哀愁漂います。生存特化の理論値ならおもろいんだけどね。視聴者さんが送ってくれてたみたいな。しゃあねえ、じゃあ武器を掘りに行くか。最近我々の中で話題のあの武器だ。楽しみですね。参りましょう。さてと、じゃあ次は、自爆マラソンやっちゃおうかな。確か前回、たまにでいいとか言ってましたが、今回はちょっと特別ですね。我々が最近手に入れた140ディアブロス。こちらでディアルテミスを少し掘ります。行き先がアルテミスなら気持ちも入るってもんさね。全チャーク使いの夢だ。まあ、それは我々が勝手に言ってるだけですが、最も掘りづらいチャークなのは間違いないでしょう。ということで、こちらの自己産ディア単体を使います。お宝は残念ながら1ではなく2です。とはいえエリア1の移動距離は短めだ。位置的に方向に捕まることもないよ。それより重要なのは青鉱石の数さ。これがしっかり3つ揃ってくれた。ディアのオノコンだけでだいぶ難産でしたからね。お宝がついてきてくれてよかったです。早速風武器をゲットしました。これがゴールルテミスへの第一歩。自力でルテミスを掘れる喜び。長年やりたかったことだから無料だ。ちなみに、総中古はエイムが掘れる。こっちも見た目いいよね。さて、では自爆していきます。
なんと初手から2本も掘れましたよ。素晴らしいね。ワクワク鑑定タイムだ。しょっぱい。レア8のコンが2本か。ちなみに当たり前ですが、鑑定自体は初ではありません。狩猟クエストとしても何回か回しています。過去にはレアジュールテミスを2本ほど見ています。紫の斧を見た時の興奮といったら。やっぱり見た目のクエは力が入るよね。準ゴールでも十分嬉しい。コンもレア10ならテンション上がるけど、装飾品で稼ぐのはやめようね。装飾品はレア度への寄与が大きくなっています。レア10でゴミ詰まりを見やすい理由ですね。そして微妙に腹立つのがたまに混じるスラークくん。ヒデオからの鑑定ですね。武器の見た目はモンスターごとのほか、英雄か封じられしかでも異なってるんだよな。たまにディアみたく英雄は別モデルになることがある。斧だとなぜかスラークが選ばれるんだよな。ちなみに同じくルテミスが出るゴマちゃんは変わりません。謎の仕様です。さあ、早くもこれがラスト周回。今回は10回ほど鑑定ができました。1時間で10回なら、まあまあええんでないか。少なくとも140ディアやるよりは効率的だ。あかんか。倍率引く。そう簡単にはいきませんね。ルテミスは逃げないので、またやりましょう。それじゃあ本日の狩りのコーナー。最初の方に言った通りで、ガンラーを使うぞ。多分、このチャンネルの動画で使うのは初のはず。開設1年3ヶ月で満を持しての登場です。武器種は貫通のヘビーボウガン。となれば、武器はイーラレギオンしかございません。反動に、射砲、距離、貫通強化に挑戦に、綺麗に必須スキルで固まってて美しいぜ。お守りは闘魂に貫通強化7スロ3を使ってる。貫通8スロ3があれば組めるみたい。で、お相手はシャガルマガラくんです。一回育て直したので139になってます。ヘビーにハマってた時はこの子やってましたね。ごく一時期の話ですが。こいつイーラだと楽しく狩れるんだよな。その辺の近接使うよりよっぽどいいと思う。じゃ競争薬を飲みましてと、戦闘中は回避しまくるからな。貫通2ベースの場合は結構距離取りますからね。スタミナがないと不安です。にしても、ガンナー持つのだいぶ久々ですね。2回ほど下見はしましたけど。オプション見直すとこから始めたからな。せめてなまってないことを祈るぜ。で、対シャガルの狙う部位だが、頭、首、前足、後ろ足あたりを通していくよ。シャガルは玉肉質が全体的に柔らかめです。頭と首のほか、後ろ足も弱特適用となってます。これは他のオスにはない珍しい傾向ですね。大抵、全身硬かったり弱点が変わってたりするんですが。もともとシャガルって頭以外ろくに通らないからね。属性も全体的に硬めだし。さらに、姿勢的にも縦に長い判定を持ってる。貫通弾との相性がかなりいいぞ。足はダウンも狙えますからね。隙が隙を生む形です。で、肉質以上に重要なのは立ち回り、というか立ち位置ですかね。さっきも言った通りで、距離を取るのが重要だ。これは攻防両面で生きてくる。攻撃面については今つもがな、距離の維持だね。回避1回程度では初撃がクリティカルにならないぞ。クリティカルの有無でダメージ 1.5 倍違いますからね。多少の肉質差を超える影響があります。感覚的には、シャガルから回避 2.5 回分くらいの距離、この辺がベストだと思いますね。もちろん回避距離ありでの話ね。イーラなら回避自体無駄にならないのも嬉しい。で、これは防御面でも同じことが言える。距離が適正なら、ダメージも食らいづらいぞ。十分距離を取っていれば大技の対処が簡単になります。注意すべきは突進と空中からの強襲ですね。特に空中からの攻撃はまず耐えられません。何よりも位置避けを重視しましょう。突進系は回避に3回出せば範囲外に逃げられる。川みたく広くないと厳しいけどな。回避後はそのまま攻撃チャンスだ。剣士だと振り向き狙いくらいしかできないが。ガンナーは攻撃入れる機会が多いのが嬉しいですね。ギルクエの入門としてはこの子がいいかも。こうして頭から腕に通せるのがベストです。簡易照準をうまく使いましょう。オプションで照準タイプ2にしておこう。いちいち振り返る手間がなくなるぞ。やることは狙いたい箇所をカメラ中心に捉えるだけ。剣士の延長でできるはずだ。ただし、簡易照準でも視界が狭まるのには注意。理由は、例の地雷くんの対処ですね。見てからすぐ回避すればいいんですけど、射撃に夢中になると食らいがちなんですよね。こればかりは距離取るとか関係ないからな。ガンナーの防御だと半分以上削られちゃうぞ。こんな風にね、これだけがシャガル戦でネックなところだ。ガンナーならすぐ回復することを推奨します。手が止まっちゃいますが、命には変えられません。反動なしとはいえ射撃後は硬直があるので、ボタン連打のしすぎに注意ですかね。武器しまったし今のうちに調合しとこ。乱数もいつの間にか切れてたりするしね。回想点があると残数に目が行きづらくなる。普段以上に気を配るといいかもね。とはいえ、ソロだとなかなかイーラ以外持ちづらいですがね。一度使うと離れられませんよ。
我々、別のデータではゴールヘビー当ててるんですが、今更持つ気にはなれませんね。特にしゃがる戦はね、足を止めること自体がナンセンスだからな。剣士の切れ味回復とはわけが違うよね。ヘビーは特に生産が強力な印象だ。とはいえ、普通の装填もたまには使っていきます。常に回避だけで追いつくわけではないので。こういう方向や昼道が狙い目となりますね。こだわりすぎずに行きましょう。ここに地雷重ねられると最悪だけどな。ある程度は必要経費と割り切ろう。そうそう、距離を取るべき理由だけどこれもあるわ。この前捨てに当たらないようにするためね。シャガル君は近づく時に小ジャンプをしてきます。見た目はカエルみたいで情けないんですが。問題はこれの削りダメージです。ガンナーにとっては無視できないものとなります。何発か受けると地雷圏内だったりするからね。範囲も広くてとっさに避けづらいぞ。あと地味なところだけど、尻餅つくのも厄介だ。単純に次の行動に当たりやすくなるからね。突進あたり重ねられると位置避けは無理だったりします。あらゆるオツに直結しやすい行動。死なないまでの土下座が来ると振動に捕まったり、とにかく大幅に時間を奪われますね。ついでみたいに言ったけど、これが一番重要かも。当たる場合をもう1回避分、遠くで立ち回ろう。逆に言うと、前捨てと地雷にさえ気をつければ、だいぶ快適に狩猟できるはずだ。剣士でやるより圧倒的に気楽だと思いますね。シャガルとは思えないくらい。転倒も現実的に狙えます。本当は正面から頭に通したいんですが。これは位置取りが良くないね。斜め後ろ側にもう1回回避すべきだった。中盤になって少し油断してる感じがするわ。タイム的にもうすぐエリチェンだ。なんか方向引っかかってるし、一応空中も狙えるのでもったいないですね。とりあえず打ち切って次のエリアへ。第2ラウンドと行きましょう。さあ、エリア2にやってきたぞ。ここは丘だな。川に比べると横幅がかなり狭くなってる。小さな段差や傾斜にも注意が必要だな。厄介なのが、たまにシャガルが壁に引っかかる点です。突進の軌道がずれて大変避けにくい。これまで以上に距離を取ることを意識しましょう。滑空突進にも引き続き警戒です。今のとかわかりやすいね。壁によって突進が止められてた。普段のノリだと思ったより近くに陣取りやすい。危ないと思ったら退避に専念しようね。火力は十分出ますからね。きちんと貫通位置の調合分も持ち込んでいます。だいたい7分ちょいくらいで貫通目が切れますね。手数が出せてる証拠ではありますが。倒せないってことは無駄打ちも多いってことだ。TA クラスならもう埋まってるからな。ちなみに TA ウィキにあるヘビーの記録は5分40秒。マジモンのプロハンだね。でもまあ、我々ですら可能そうだなと感じられます。それほどにシャガルとの相性がいいです。TA のスキル構成は今のものと一緒。というより、我々がこれに合わせて組んだんですが。昔は確か弱得入りで組んでたんだよな。お守り的に組めなくてさ。挑戦者1じゃさすがに弱すぎますからね。貫通803って普通にハードル高いと思います。挑戦2にしたらタイムがだいぶ速くなりました。やっぱり肉質的に弱得は微妙ですね。言うても前足宿を結構通ってるだろうしな。これが結論っぽいね。さてと、シャガル君の残り体力はどんなもんかな。貫通1もそれなりに当ててるぞ。若干地雷による被害はありましたが、削りを含めて被弾を抑えられてますね。あとはまた転倒でもしてくれればダメージ稼げるんですが、なかなかシャガル君暴れております。ガンナーは集中力使うんだよ。久々なのもあってそろそろ限界だぞ。お、飛んだ。これは多分休眠入ったかな。タイムはこの時点で8分50秒ほどでした。これは10分切れそうですね。無事に寝ていました。すぐ叩き起こします。休眠中も当然のように地雷は湧いてるよ。そりゃそうだ、こっちが本体だからな。なんか休眠後は妙に地雷を食らいやすい気がする。気が流行って攻撃してるからだろうか。ちょうど半分ちょいくらい食らうんですよね。足元攻撃とは思えないダメージ。こっから移ったらたまったもんじゃありません。冷静に距離を取って戦います。なんか妙にしぶといなこいつ。こんなに粘られたっけ。地雷の再展開までしてるし、もういい加減諦めておとなしくしろや。お手つきの反撃で、どうか。いいですね。無事狩猟完了です。危ねえ、なんとか10分は切れたか。久々にしちゃ上出来かな。前はもうちょい早く終わってた気がするんだが、まあまた練習すりゃいいか。久しぶりに使うとガンナーも楽しいですね。今後もちょいちょい動画で使うとしますか。さ、では報酬タイムです。ここでまさかのゴール改定券が。出ませんでした。くそ。ガンナーだとバグってゴールするとかあれよ。なむちゃな。しかし、せめてレア銃でも見たかったですね。というわけでパート7でございました。ティア含め、新鮮な狩りになってよかったです。自爆もルテミス掘りなら割と身が入る気がする。やっぱ見た目って大事だわ。引き続き、いろんなやり方でいろんな装備を集めよう。
いつか結実することを願って。そろそろ何か強めの欲しいですよね。さて、いつになるやら。ほいじゃ、次の動画で。またね。